起きてアルテア、早く起きて。セミュー、私寝たのかしら。気絶と睡眠は違う概念だと思うよ。ここはわかんない。なんか高級な牢屋みたいな感じ。シールドエージェントに出てくるやつ、自分の呼吸で空気を汚さないか心配なくらいだ。私たちどうしてここにいるのですか？あの変な人は私たちを気絶させて、そしてここに連れてきた。変な人、私たちを殺すために未来からやってきたアンドロイドみたいな変な人。あの軍服を着た女性ですか？私から見れば変な人はお前たちの方だ。なぜ私たちを拉致したんですか？お前たちには10分間の猶予を与える。10分間が過ぎたら会話の内容によって私が決断を下す。決断って何ですか？誰が生きて誰が死ぬかだ。101型コナーを殺してはいけない。私の名前はシルビアだ。101型じゃない。お前たちの中にもコナーなどいない。シルビアって何作目に出ているアンドロイドだっけ？この人はアンドロイドではありません。映画の話はやめてください。時と場合を考えてもらえないかしら、セミュー。2030年の8月13日、コーリンブルグ。この時間と場所に心当たりはあるか？コーリンブルグってどこ？ダニューブの都市よ。私たちならそのことに心当たりがあるはずってことですか？あの日、お前たちはコーリンブルグにいたはずだ。少なくともお前たちのうちの一人は。あの日に何があったのですか？多くの人が死に、一部の人が生き残った。そしたら私たちは生き残った方？もしお前も死んだ方になりたいのなら手伝ってやろうか。何も思い出せないのか？あとちょっとで思い出せる気がする。もう少し時間をください。何が知りたいのですか？あの日の真実だ。災難の真実ですか？お前知っているのか？私は知りませんが、あなたはどうしてこんなにも人が死んだ理由を知りたいのかなと思っただけです。あの日コーリンブルグでお前たちに何があった？お前たちがどうしてこうなったかの原因を。今日はドクター4の放送日だったわ。忘れるとこだった。少し真面目になってもらえるかしら、セミュー。今日は最終回なのよ。このままだと私たちの人生の最終回になってしまいます。私たち死ぬの？場合によってお前らのうちの一人は私に殺される。あんたも自殺する可能性は？お前らに私は含まれない。
ちら処刑人、聞こえるか、ナビゲーター。調査結果はどうだ？アルテアの部屋には確かにアルテアの生活した痕跡が見える。逆にセミューの個人情報はほとんど偽物で、彼女の住所を突き止められなかった。つまりアルテアはリアルで、セミューの方はフィクションになる。私フィクションなの？2030年の8月13日、コーリンブルグ。これについて思い当たる節があるか？電話越しの人が言っていたことはどういう意味ですか？フィクションとは、そしてリアルとは一体何のことですか？文字通りの意味だ。お前ら2人は1人だけが本物で、もう1人の方は通感覚を通じて全ての人の目を騙して作った偽物ってことだ。私には分かりません。通感覚って何ですか？ちゃんと説明してくれませんか？7年前、コーリンブルグが。7年4ヶ月前だ。7年4ヶ月前、コーリンブルグは謎の生物に襲撃された。その襲撃で生き延びた人の中に、その一部に特別な能力が覚醒した。我々はそれを通感覚と呼んだ。通感覚の能力が覚醒した人の中には、他人の考えを感知できる人と、他人に幻覚を見せる人、他人の思考をつなぎ合わせられる人もいた。そういう人たちを我々は疑似通感覚者と呼んでいる。なんで疑似通感覚者なの？通感覚の能力を持っているなら通感覚者になるんじゃない？本当の通感覚者は一人しかいない。他の人は全部その影響を受けて能力を得た疑似通感覚者だ。それってつまり、私は疑似通感覚者で、そしてセミューはお前が通感覚能力で作り出した私たち全員を騙した幻覚だ。いいえ、あなたに用があるのです。アルテア・ビズさん。アルテアさん、私の名前はリーファ。あなたに真実を伝えに来ました。あなたは他人の認知を改ざんしています。それで君はどうやって両親でもない人を両親にしたの？お前らのうち本人はどっちだ？ナビゲーター、悪い知らせがある。何の知らせだ？シュユがソームの発生を探知した。しかもニムビウス濃度が極めて高いやつだ。分かった、すぐ行く。我々が処理するのか？我々にどんな特別な役目があっても、私はナビゲーターで、お前はドライバーだ。このことは変わらない。これが責任感なのか？アルテア・ビズ、お前には1時間でコーリンブルグのことを思い出してもらう。もし1時間後に私が満足する答えがなかったら、私なりの手段で思い出させてやる。アルテア、聞こえる？アルテア！聞こえないのか？聞こえています。でもあなたはフィクションで、私が生んだ幻覚だって。
私があんたのイマジナリーフレンドかどうかは放っておいて、今は何とかしてここから逃げ出すことを考えよう。逃げるってどうやって？ここはほぼ監獄みたいな感じですよ。あんたのその痛感覚で何とかできないの？その能力の使い方なんて分かりません。そっか。ならもう一つ考えがある。どういう考え？スプーンを持っているの？本気で言っているの？ただの冗談だよ。私の携帯は没収されていない。さっき確認してみたんだ。電波はある。誰に連絡するのですか？警察？それとも私の両親？聞いていなかったんですか？彼女自分がナビゲーターだって。彼女が私たちを連れて行きたいのなら誰が止められるって言うんですか？じゃあここにおとなしく座って死を待つの？私は死なないかも。だってあんたの妄想だからね。あなたは誰と連絡を取るのですか？私の携帯に登録している連絡先は先生と家族しかない。家族ってあなたのですか？それとも私の？もし私があんたの妄想だったら私たちの両親は同じはずだ。頭が混乱するわ。まるで精神障害者の独り言、もしくは積み木の中にいるもう一人の自分と話しているようだ。あなたの連絡先にもう一人いるはず。誰？今日の午後に出会ったあの観光客さん。彼を巻き込んで大丈夫なの？そもそも彼が役に立つかどうか。他の方法を考えてみましょう。やっぱりスプーンを試してみるか。冗談はやめてください。